サリューどうも、皆さん本日もお疲れ様です。最近寝室の空調の調子が悪くてですね、修理を見てもらおうか悩んでる日々です。というわけで今日は鶏もも肉を使ってオレンジソースっていうのを作っていきます。鶏もも肉のソテーとオレンジソースですね。少し前に鶏もも肉と玉ねぎだけで、基本的にはその他一切何も材料など調味料など足さず味がバチコリ決まった料理っていうのは作れますよっていう動画をね出したんですけど、それがやっぱりこう引き続きね非常に視聴者の方の反応が良くてですね、動画の趣旨自体もそれがこうなんでしょう、フランス料理のベースの一皿になりますみたいな内容だったので、じゃあそこから実際にアレンジさせてほしいっていう声もね多かったんですよね。そんなわけで今回はですね、その時の料理の派生っていう感じで見てもらえればと思います。基本的に考え方は変わらないです。鶏と玉ねぎっていうのを味の骨格として、そこにオレンジジュースを加えていくという感じです。で今回はオレンジなんですけど、トマトだったりその他の、白ワインだったり赤ワインだったりで、味っていうのはいろいろとこう派生させていくことができます。ではなぜ今回オレンジなのかと、なかなかねこうお肉にフルーツとか大丈夫なのかと、デザートでもあるまいしって思う方もいると思うんですよ。フランスにはですね、実際に鴨とあとオレンジを合わせるっていう非常に古典的な料理があるんですよ。僕の認識ではもう19世紀頃からですね、広く知られてるクラシカルな料理です。鴨自体が油が多いので、オレンジの酸味だったり苦味、あと香り、これらを合わせると油っぽさが中和されて食べやすくなる、そういった考え方で考案された内容です。実際日本だったら焼き魚にレモン絞ったりするじゃないですか。その感覚に少し似てるのかなと。で今回は鴨ではないんですけど、鶏もも肉も少し脂質っていうのが高めですよね、胸肉に比べて。で同じ鶏っていうところなので相性はいいと思います。日本でもありますよね、鶏と柑橘を合わせるの。九州の方とかで地鶏の炭火焼きと柚子胡椒を合わせたりするじゃないですか。やっぱこう脂っこい部分っていうのを柑橘で切るっていう発想ですね。で調理工程としては鶏もも肉を掃除して塩をしてっていう部分までは以前出した動画とほぼ変わりません。でそこに今回はアレンジでコリアンダー少し振ってますけど、もしなければ白胡椒とかでも大丈夫です。コリアンダーがオレンジと相性がいいと思ったので振ってます。でフライパン用意して焼いていきましょう。これもですね、僕の動画普段見てる方だとよくお分かりかもしれませんが、鶏もも肉は皮から焼いていくっていうのが基本の形としてあるんですけど、今回みたいに4つに切り分けて管理が大変になるので、そういった場合は身から焼いて皮が縮こまるのを事前に防いでおきます。で身の方をさっと焼けたらひっくり返して皮の方香ばしく焼いていきますね。こうした方がやっぱりこう皮っていうのがねギュッと縮こまらないかなと。でハーブでタイムを散らして油が飛び散らないように上から紙も添えてます。これあるとね家だと結構便利ですね。フライパンの周りに鶏もも肉って焼いてると結構油がね飛び散っちゃうんですけど、この紙がね1枚あるだけでだいぶガードしてくれます。そしてそのままフライパンにも鶏の皮と身のちょうど間にある油ですね溶け出すので、余分な油はこの紙で拭っておきましょう。そして焼き加減香ばしくねしっかりと皮を焼いていくことは大事です。ここで香りを出して
脂っこさっていうのをなるべくフライパンに落としていく、そんなイメージで焼いていくといいと思います。可能な限り焼き切るぞっていうね気合がここに感じられると、その後の工程仕上がりっていうのが非常に良くなると思いますから。でまだこれ火が入ってないんですけど、皮の方は香ばしくカリッと焼けたので一旦引き上げます。で鶏の脂が少し残った状態で刻んでおいた玉ねぎ加えていきましょう。鶏の旨味香りっていうのがここにフライパンにねしっかりと残ってるので、余さず玉ねぎに吸わせていくイメージです。軽くひと塩して玉ねぎから水分が出やすいようにしましょう。あとはちょっとね玉ねぎに塩が加わることで旨味も引き出されますからね。この時火加減は中火から弱火の手前ぐらいにしてしんなりして、なんとなく玉ねぎの辛み抜けてきたかなぐらいでさっき焼いておいた鶏もも肉戻して大丈夫です。で鶏もも肉焼いた時に引き上げたバットにこのエキスが多分滴ってると思うんですよね。これもしっかりと使ってあげましょう。で今回の主役といっても過言じゃないですね、オレンジジュースです。一応メーカーとかは何でもいいといえば何でもいいんですけど、果汁 100% って表記されてるやつの方がなんでしょうね、オレンジ感が強いと思うんでおすすめです。で鶏もも肉がちょうど半分の高さぐらいまで浸かる量ですかね。で蓋をして約3分から4分ぐらい煮込んでいきましょう。ここで鶏の旨味っていうのがこのオレンジに移るので、いわゆるこうデザート的な甘さではなくなるんですよね。なんでしょう、こうイメージとしては料理に必要な甘さと酸味と程よい苦味という形に収まるような、そんなソースのベースがここで出来上がります。ほんとねちょうどいいんですよ。オレンジはレモンだと酸味に全部振り切ってるじゃないですか。少しそこに甘みが必要だったら砂糖とか加える必要があるんですけど、これはねオレンジは全部あるんですよね。苦味も程よいしアイテムとして使いやすい。で煮詰めるとこの鶏の旨味っていうのも増すので、鶏の旨味が増してオレンジの糖度っていうのが高まってって、これが非常にねこうソースとしてバランスのいい形になってくるんですよ。でバターで乳化させて、必要であればちょっと煮詰めすぎちゃったなっていう場合は調整用の水を加える。そうすることでこのフランス料理らしい家でもできるソースの形が見えてきましたね。でさっき焼いた鶏肉もう火は入ったんですけど、ソースを作ってる間に少しね温度が落ち着いちゃいますから、フライパンの中にもう一度戻して完成したソースの中で味をなじませる。皮目の方と肉の方と、こうすることで仕上げもしっかりとあったかい鶏もも肉のソテーっていうのが完成していくわけです。弱火で1分ほど温めればもう十分だと思うんですよね。やっぱりある程度バター入ってますから分離もしやすくなってくるので、温度管理は少し気をつけた方がいいですね。とはいえ水加えてしまえばある程度解決はしますからね。もし気持ちに余裕があったらこんな感じでソースをアロゼしてあげるとより完成度が高くなると思います。はい、というわけでドレッセ盛り付けに行きます。もうこれはシンプルシックでエレガントに盛るだけです。中央に男らしくソテーした鶏もも肉、あとは丹精込めて作ったこのオレンジソースかけるだけです。いいですね、潔い。鶏肉の旨味っていうのがオレンジに加わって、オレンジの甘さ苦味酸味っていうのが鶏にも移っていい状態になってますよ。バランスは完璧です。いやーうまいっすね。完全にフランス料理っすね。こう玉ねぎの香りがしっかりあるんですけど、でもそこに鶏の旨味とオレンジジュースのほのかな甘みと酸味っていうのがソースにしっかりとあって、これがね
鶏を食べた時にね、すごくこうジューシーに感じるし、リッチで何とも言えないちょっと高貴な感じが少しあったりとか。でもね、鶏っていうこの親しみやすさっていうのがあって、決して遠くない存在みたいなね、絶妙にうまいっすね。一見ね、やっぱこうオレンジっていう感じあるかもしれないんですけど、食べてみてほしいですね。ものすごく合いますね。家の夕飯で出てきたらちょっとビビりますよね、これ。で、この鶏のね、また風味にタイムとコリアンダーのハーブとこのスパイス感がね、すごくいい効果を与えてくれてますね。格段にいい状態にしてくれてる鶏さんを。これだけ少ないパーツでこれができるんであったらね、家でも割とハードル高くないんですと思うんですよね。満足感の高さがすごいな、これ。というわけで、鶏もも肉とオレンジソースでした。フランス料理の古典的な考え方を落とし込んだ一皿にしてます。こういったレシピもあるんだと一つ参考にしていただけたら幸いです。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。